こんにちは。今日は京都の建仁寺に来ました。日本庭園好きの自称庭女子の私が素人なりにここのお庭の鑑賞ポイントをお話しさせていただきます。建仁寺は京都市東山区にある日本最古の禅宗の本山寺院です。ここには素敵なお庭が3つありますので、ぜひご紹介させてください。まず、最初にご紹介するのは、丸三角四角の庭です。2006年に作庭家北山康夫さんによって作られました。このお庭は、禅宗思想である宇宙を構成している四大要素を表現したお庭です。その四大要素とは、地、水、火、風で、地は四角、水は丸、火は三角で表されますので、このお庭の名前は、丸三角四角の庭となっています。そして、具体的には、中央の木の根元にある苔地が丸、井戸が四角、軒下にある白砂の盛り土が三角です。そして、四大要素のうちの風は、この庭に吹き込む風だということです。そして、次のお庭は長音庭です。このお庭も、北山康夫さん作庭のお庭になります。先ほどの丸三角四角の庭の前年に作られました。一面の苔の中に、三尊石と座禅石を配し、もみじやツツジが取り囲むお庭になります。このお庭は、四方八方から眺められるため、三尊石は中心に据えられ、どの角度から見ても、美しい眺めを堪能できるようになっています。最後は、北条前庭にある大王園という枯山水です。こちらは、昭和初期に加藤熊吉さんが作庭されたお庭です。建仁寺は、栄西という日本に禅を広めた禅僧が初代住職です。栄西は2度修行のため中国に渡っています。こちらはその時の大海の景色を表現したお庭となっています。今日は建仁寺の3つのお庭をご紹介しました。建仁寺は京都御山にも含まれる歴史のあるお寺ですが、このように、お庭は、昭和から平成にかけて作庭されたお庭となっていて、まさに、古きを訪ねて、新しきを知るお庭です。爽やかで優しい雰囲気のあるこの庭を眺めていると、あまりの美しさに目を奪われ、無の極地に誘われていくようです。建仁寺の、この静謐な佇まいの中をゆっくりと巡り、日頃頑張っている自分のことを、どうぞ優しさで癒してあげてください。それでは、今日もご視聴ありがとうございました。ぜひぜひ、チャンネル登録といいねボタンをお願いします。では、また次回。今日は、おまけがあります。建仁寺をご紹介ついでに、私の大好きな琳派の代表作である、俵屋宗達の風神雷神図についてもお話しさせてください。この絵はタイトルの通り、風神と雷神の絵です。向かって右側が風神、左側が雷神です。それまで表舞台に立つことがなかった風神と雷神を、初めて主役に抜擢したのは、この絵の作者の俵屋宗達でした。この絵には、誰が描いたかというサインはないのですが、昔から宗達作と伝えられていたことと、宗達を熱心に研究していた、尾形光琳たちによって、雲に見られる墨銀や垂らし込みの技法が、宗達の作で間違いない、ということになりました。その後、尾形光琳は、この作品を模写し、
光琳をリスペクトした酒井法一や、その弟子の鈴木喜一も、それぞれの個性を加えながら模写しています。もともと、この絵は、京都のお金持ちの商人が、妙光寺にプレゼントするため、宗達に作成を依頼したものだと言われています。宗達は、襖宿に絵を描くため、陽源院に出入りしていたとき、33間堂で、千手観音の使者の風神雷神像を見たのをきっかけに、また、当時、風神雷神の像の作成が流行っていたのもあり、なので、モチーフに選んだと言われています。そして、それまで屏風といえば6枚ワンセットでしたが、この作品は、屏風としては初めて2枚ワンセットで描かれました。ということは、宗達は美術史に残る傑作を描いただけではなく、今までの常識を2つも覆し、日本美術に新しい様式や形式を取り入れたすごい人だと言えます。この絵の見どころは4つあって、1つは雲を描いた墨には銀の泥が混じっていることです。銀を混ぜることによって黒だけの重たい感じから柔らかく軽やかな感じとなって風神雷神に躍動感を与えています。そして2つ目が構図です。右と左の端に風神雷神を描き、真ん中に大胆な余白を取ることで風神雷神に浮遊感を与えています。3つ目は背景がすべて金色であることです。金色であることによって風神雷神に神々しい特別感を演出することができます。また、金は柔らかい光を放つため、屏風自体にも特別感が出てきます。4つ目は、風神雷神の表情です。風神雷神といえば鬼で恐ろしい顔をしているのが普通ですが、この作品の風神雷神は少しおどけた柔らかい表情をしていて、親しみやすさを覚えることができます。風神雷神像図屏風といえば、ここ建仁寺が有名ですが、本物は京都国立博物館で保存されていて、ここに置かれているのは超高精度のコピーです。そのため、この風神雷神は写真撮影 OK だそうです。おまけのご視聴もありがとうございました。ぜひぜひ、チャンネル登録といいねボタンをお願いします。それでは、また次回。